今回はコストコ vs ラムー激安スーパー対決ということで、生活費に直結する商品を中心に本当にお得なのはどっちなのか比較していきます。今回比較するのは鶏もも肉、豚肉、食パンなど全部で10商品、さらにおまけとしてラムーの乳酸菌飲料も紹介します。なお今回は同じ商品またはできるだけ似た商品で比較しています。店舗や地域によっては価格が異なる場合がありますので、その点はご了承ください。それでは動画スタート。まずは冷凍鶏もも肉です。コストコはこちら、ラムーはこちら。こちらはメーカーも内容量も全く同じ商品。比較した結果はコストコの方が108円安いという内容になりました。購入した当日は解凍が必要なのですぐには食べられませんが、我が家ではこれまで何度も購入していて肉質や味で不満を感じたことがありません。近くにコストコがない方やコストコであまり買い物をしない方はラムーでも十分ありですが、同じ商品なら今回はコストコの価値なのかなと思います。続いて豚肉です。コストコはこちら、一方ラムーはこちら。 100g 単価だけで見るとコストコは100円を切っていてかなり優秀です。しかも真空パックにされているので鮮度も良く、自分で好きな厚さや大きさにカットできるのも魅力です。もちろん塊肉なので小分け作業は必要になります。一方ラムーの豚こま肉はすぐに料理に使える便利さがあります。店頭で見た限りではドリップが出ている商品も多く見られました。価格と鮮度を考えると今回はコストコの方がおすすめです。続いて鶏胸肉です。コストコはこちら、ラムーはこちら。 100g 単価で比較するとコストコの方が8円ほどお得でした。さらにコストコの桜鶏は一度も冷凍されていない生肉で4つに分かれて真空パックにされており、保存もしやすく必要な分だけ使えて便利です。ラムーは冷凍タイプなので一度開封すると全部小分けにする必要性があります。価格、使いやすさ、品質を総合すると鶏胸肉はコストコがかなり強い印象でした。続いて豚ミンチです。コストコはこちら、ラムーはこちら。どちらも生の状態で販売されていますが、コストコのミンチは見た目が少し白っぽく見えても赤身率 80% なので食べるとしっかりとお肉の食感があります。一方ラムーは見た目から少し脂が多い印象でした。コストコは量が多いので小分けは必須ですが、ミンチは比較的仕分けしやすい食材です。価格も品質も考えると我が家はコストコを選びます。続いて卵です。コストコはこちら、ラムーはこちら。1個あたりで見るとラムーの方が少し安い結果ですが、その差はわずかです。しかもコストコは L サイズ以上なので一つ一つが大きく二葉卵がたまに入っていることもあります。この価格差なら我が家ならサイズの大きいコストコを選びたいと思います。続いて牛乳です。コストコはこちら、ラムーはこちら。まず結果だけ見るとラムーの圧勝です。ただ実際に飲み比べてみると印象はかなり違いました。コストコの北海道オーガニック牛乳は癖が少なくとても飲みやすい味わいです。一方ラムーの牛乳は牛乳特有の香りを少し強く感じました。牛乳が苦手な方だと少し飲みにくいと感じるかもしれません。ただ税込み203円という価格は本当に魅力的です。牛乳の香りが気にならない方やとにかく食費を抑えたいという方ならラムーは非常におすすめだと思います。続いて食パンです。コストコは2種類比較しました。一方ラムーはこちら。まず驚いたのは価格です。ラムーは3斤で213円。正直このお値段を見たときは本当にこの価格で大丈夫と思うほど安くて驚きました。一般的なスーパーで3斤分の食パンを買おうとすると
1斤入りを3袋買うことになるので、200円台前半というのはかなり魅力的です。味についてですが、ラムーの食パンは100円台で販売されている食パンに近い印象でした。ふわっとしていてパサつきも少なく、毎日の朝食用として食べるなら十分に満足できる味だと思います。一方、コストコのホテルブレッドはバターが使われていて、袋を開けた瞬間から香りはとても良く、高級食パンのような味わいです。そのまま食べても美味しいですし、軽くトーストすると外はサク、中はふんわりとしていて、とても満足感があります。毎日の食パン代を少しでも安く抑えたいならラムー、味や香りを重視するならコストコ。我が家としてはそれぞれ魅力はありますが、コスパ重視で選ぶならラムーに軍配が上がるかなと思います。続いてパンオショコラです。コストコはこちら、ラムーはこちら。まずは1個あたりの商品だけを見ると、ラムーの方が20円ほど安くなっています。ただ実際に食べ比べてみると味にはかなり違いがあります。コストコのパンオショコラは発酵バターが使われていて、焼き上げるとバターの香りがしっかり広がります。外はサクサク、中はしっとり、そして中のチョコも甘すぎずビターな味わいなので、とても完成度が高い商品です。一方、ラムーのパンオショコラは純チョコレートが使われているため、チョコの風味は控えめでした。生地もしっとりとした食感ですが、サクサク感やバターの香りはコストコほど感じません。もちろんこの価格で購入できることを考えると十分に満足できる商品ですが、美味しさという点ではコストコの方が1枚上手という印象でした。味を重視するならコストコ、価格を重視するならラムー。我が家なら少し値段が高くてもコストコを選びたいと思います。続いてロールパンです。コストコはこちら、ラムーはこちら。1個あたりの価格を見るとラムーの方は少し安く見えます。ただ実際に比べてみると大きさはかなり差がありました。ラムーのロールパンはコストコのディナーロールのおよそ半分ぐらいのサイズという印象です。つまりラムーのロールパンを2個食べるとちょうどコストコの1個分くらいになる感覚でした。味についてはどちらもシンプルで食べやすく、朝食やサンドイッチにぴったりです。内容量やサイズまで含めて考えると、今回はコストコの方がお得かなと思いました。最後はウインナーです。コストコではこちら、一方ラムー。価格だけを見るとラムーの圧勝です。ただ実際食べ比べてみるとかなり違いがありました。コストコで販売されているウインナーは粗挽きタイプが多く、噛んだ瞬間に肉汁が広がり、燻製の香りもしっかりと感じられます。皮もパリッとしていて、ウインナーとして満足感は非常に高いです。一方ラムーのウインナーは昔ながらのホールウインナーに近い印象でした。そのまま食べるというよりは、ナポリタンやチャーハン、オムライスなどの具材として使うととても美味しいと思います。ここは価格だけでは決められず、どんな料理に使うかで選び方が変わる商品だと感じました。最後におまけとしてラムーの乳酸菌飲料を紹介します。こちらはラムーでは超有名なラブエールです。10本入っていて、お値段はなんと税込み105円。一般的な乳酸飲料ではありえないお値段です。このお値段なら試してみようかなってなりますよね。他にもラムーオリジナル商品があるので、気になる方はぜひラムーへ足を運んでみてください。ということで今回10商品を比較した結果ですが、総合的にはやはりコストコの強さを改めて実感しました。特にお肉類は 100g あたりの価格が非常に安く、肉質も高いためまとめ買いをする方にはかなり魅力的だと思います。一方でラムーも負けていませんでした。特に D プライスシリーズは驚くほど価格が安く、食パンや牛乳などはここまで安くできるのと思うほどの価格設定でした。商品によってはコストコ以上に魅力を感じたものもあり、上手に使い分けることで生活費がかなり抑えられそうです。そして今回は比較対象には入れてませんが、ラムーのお惣菜も本当に
驚くほど安かったです。チーズバーガーが108円、とんかつ弁当が213円など、このお値段で利益が出るのと思う商品がたくさん並んでいました。皆さんなら今回比較した商品の中でどちらを選びますか？ぜひコメント欄で皆さんのおすすめ商品や、これはラムーが一番、これはコストコがおすすめという商品があれば教えてください。今回の動画が少しでも参考になったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。